今日はですね、日産が本社ビルを970億円で台湾系の部品メーカーに売却するというニュースについて解説したいと思います。かねてから経営不振の日産ですが、中間決算2200億円、約2200億円の赤字を計上したことで、何年か前にね、カルロス・ゴーンを東京地検特捜部の司法取引を初めて大型事件でやりたい検察と、カルロス・ゴーンを追い出したい日産の経営陣の思惑が一致して、劇場型逮捕に至ったと思われますけれども、カルロス・ゴーン海外逃げて、レバノン逃げてざまみろですよ、バーカ。ほんと茶番だな、検察ってマジで。ほんとね、だから日産みたいな会社っていうのは、ダメさ加減が DNA 的にですね、会社の中に残ってるんですよね。フジテレビとかもそうですけど、どこまで行ってもフジテレビはフジテレビのままだし、企業文化ってのはね、変わらないんですよね。皆さん変わると思ってんだけど、変わらけねえだろって話なんですよ。なので、多分日産は、法的整理をしない限り、僕は変わらないと思います。法的整理って会社構成法とかですね、こちらの方で会社構成法とかをやってですね、法的整理をして、組合とかですね、休憩人とかそういったところをですね、一掃させないと、多分彼らは変わっていかないだろうなっていうふうに僕は思います。ということでね、はっきり言って2200億円の赤字ってなるとですね、本当に焼け石に水の売却なんですけれども、てか今まで自社ビルだったんだ日産って、その辺もなんかダメさ加減が露呈しているというか、本当にどうしようもねえ会社だなっていう。これからね、自動運転と EV 化の波は確実に来ます。思ったよりもまだちょっと自動運転遅いですけど、でも、アメリカとか中国行ったら普通にウェイモとかのね、電気自動車は普通に自動運転で動いてたりとかするんで、日本でももうすぐね、始まると思いますけれども。一回始まったらこの波って止まらないと思うんで、AI でしょ。で、生成 AI がその運転のデータとかを学習してですね、人間がコードを書いてた時代からですね、AI がコードを書き出して、生成 AI がですね、どんどんブラッシュアップして自動運転を担う時代っていうのがこれから来るわけですけれども、既存の自動車メーカーはですね、そういった走行データとかですね、データベースたくさん持ってるんで、実は有利なんですけれども、これを活用できてないんだよな。だから多分ね、買いますよとかって言ってくるわけですけど、だってうちのさ、クロス FM ってラジオ局にすら、ラジオの音声データ、AI 会社が買いますよって来ましたもんね。だからラジオのパーソナリティがずっと喋ってるこの音声とかっていうのはすごく貴重な、結構な金額でオファー来ました。なので、自動車の走行データとか、日産は本当は持ってるはずなんで、こういうものを利用して、IT 系のね、ことをちゃんとやるべきだと思うんですけど、なかなかソフトウェアのところってね、日系の自動車メーカー、トヨタをはじめとしてですね、やっぱちょっと弱いな。で、AI の活用も弱いなっていうところは僕もちょっと不思議なとこ、逆になんでって思うぐらいちょっと体質古いんですけど、AI によるパラダイムシフトっていうのは、本当に中国とかに行って体験してきた方がみんな、日産の経営陣みんな中国行って体験してんのかなとかって思うんですけど、僕は会社構成法とかを申請して一回潰しちゃった方が僕いいのかな。そうすると人材が外に出てきますから。インターステラテクノロジーズでルーブンバイトヨタさんのですね、資本を受け入れて、10人単位でですね、トヨタの方々が出向してきていただいてるんで、いろいろ交流があるわけですけど、超絶優秀よ、トヨタにいる人って。日産もそれほどまでではないかもしれないが、優秀な方も結構いらっしゃると思うんですけど、潰れるとね、人材がね、流出するんですよ。例えば僕トキエアっていうですね、新潟県の地域航空会社の役員になって、今度新規事業で LSA っていう、型式証明のいらない小型飛行機を作ろうという事業を立ち上げるんですが、MRJ から何人も来てるんですよね、人が。航空機の設計に関わってた人たちが、MRJ 潰れちゃったから三菱飛行機が潰れちゃったがゆえに、分散していろんなベンチャーとかに入ってきてくれてるんですよね。それは悪いことじゃないんですよ。JAL も多分潰れた時に結構人材流出したはずなんだよね。だからそれが LCC とか、今のそういった経営を支えるすごく大きなパーツになってると思うんですよ。だから、日産が潰れることももちろん、日本全体のサプライチェーンにとっていいことではないんだけれども、企業というのはやっぱり日産もそれなりのアセットがある、ブランドもアセットも会社なんで、例えば、フォックスのコンハイがね、買いに来てたりとかするわけだけど、だってシャープだってさ、外資に買われても生き残ってんじゃん。別に僕は会社が潰れて、その資本が変わることって別に悪いことじゃないし、日本ってやっぱりさ、人材の流動性っていうんですかね。そういうのがないから、
クビにできないんだよね。今だってもう Amazon とか GAFAM とかさ、そういう会社はさ、どんどん今 AI リストラやってるわけ。ホワイトカラーでなんかパワポとかしか作んないようなさ、ホワイトカラー系の社員とかさ、マジいらないじゃん。これを切ったりとかしてるわけですよ。そこが、やっぱり、なんか日本だと切れないよね、みたいな感じですよね。日産は、僕は、潰れた方がいいんやないの？今日もね、ニュース解説はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。